ミカルゲの強さ無課金評価、ジャスパルと申します。デカ盛り料理ウィークボリューム2で新登場となったミカルゲの強さを紐解いていって、無課金視点で評価考察していきたいと思います。すべての数字がはちゃめちゃでかいミカルゲ。ポケモンスリープ 3.1.0 現在唯一の B 食材かぼちゃってことで、無課金的には向き合わなくてはならないシーンもありそうな気がしております。それでも参ります。ってことで、まずはミカルゲのステータスをざっくりと確認しておきます。詳しい解説はこちらの動画をご覧ください。ミカルゲ、悪タイプの食材が得意なポケモンです。基礎手伝いスピードは58分20秒、3500秒で、ヌオーやパンプジン、ギガ玉よりちょっとだけ遅いです。集める食材は第1食材味わいキノコ、第2食材ずっしりかぼちゃ、第3食材太い長ネギとなっています。ヌオーに次いで2番目の A 食材キノコの食材得意ポケモンで、 B 食材がかぼちゃのポケモンは現在ミカルゲしかおりません。A 食材かぼちゃのポケモンはバケッチャがね、かぼちゃ似合いすぎているので、ワンチャン一生出てこないんじゃないかという気もしますし、このタイミングでフレンドポイント16のミカルゲに B 食材かぼちゃを持たせたってことは、しばらく B 食材かぼちゃの食材ポケモン出てこないような気がするんですよね。勘弁してほしい。なお、食材確率は 19.8% なんだそうです。ほぼ 20% ですね。ヌオーが 19% ぴったりらしいので、しっかりとした食材確率を持ってくれてると言えるかと思います。続いてメインスキルはお手伝いサポート S。ミカルゲを含むチームのランダムなポケモン1匹のお手伝いを規定の回数瞬時に完了させるスキルです。レベル1だと6回ですね。木の実バーストと食材セレクトを足して割ったみたいな性能のスキルかなと思ってます。特にお手伝いスピードの遅いポケモンと相性が良く、ミカルゲ自身との相性は最高と言っていいでしょう。他にも悪タイプの特別なポケモンダークライはオール得意なので、木の実も食材も活かせて相性がいいですし、他の悪タイプも鈍足効果力みたいなポケモンが多かったりもするので、悪統一でも光るものを持ってるんじゃないかなと思いますね。なお、お手伝いサポートパルは基本的に食材の補佐をするスキルだと考えていますが、お手伝いサポートでもいわゆるお手伝いブーストダメと同じことができるので、お手部を貯めているポケモンの横に置いてちょっとだけサポートするなんていうゲートも可能ですね。汎用性の非常に高いいいスキルだなと思います。ちなみにミカルゲのスキル発動率は 3.6% なんだそうです。数値としては決して低い部類でもないんですが、お手伝いスピードがそんなに速くないので、スキル確率無補正の場合、1日2回使ってくれたらいい感じって感じのスキル期待値をしているみたいです。なのでメインスキルの種を使いたくなるようなものでもないかと思うんですが、アップデートによってレベル1でも6回分のお手伝いを完了してくれて、何気にリリース初期の頃のレベル3と同じ強さはあるんですよね。またメインスキルの種を上げてもお手伝いの回数が1回ずつしか増えていかない、言ってしまえばスキルの伸び率の高いスキルではないので、レベル1だとしてもおまけとしては十分な活躍をしてくれるものと期待しております。ってことで、続いて最大種子数が驚異の27個となっています。意味がわかりません。めちゃくちゃでかい。ヌオーは21個なんですが、なぜかミカルゲはデフォで最大種子数アップ S がついているような数値になっています。ここ特徴的なんですよね。最大種子数が多いと寝ている間も食材をこぼさずに集めやすくなるので、雨でレベルを上げにくい無進化ポケモンとしては一緒に寝ても損しにくいっていうのは評価できるところかなと感じてます。パルはね、基本的に一括睡眠で8時間9時間寝がちなので、最大種子数の多い食材のポケモン、スキルのポケモンの評価は上がりがちですね。が逆によく分割睡眠をしていたりとか、日中も頻繁にアプリを起動できる方にとってはあんまり意味のないステータスでもあるので、ライフスタイルに合わせて評価の変わる項目でもあります。ちなみに27個あっても、レベル60とかまで行ってしまうと、最も食材の少ないパターン ABB であっても8時間も持たずに最大所持数いっぱいになってしまうようではあるので、よく言えばお休みリボンが程よく活かせそうなステータスなのかなと思いますね。一緒に寝る適性も高いので、お休みリボンも強いってなると、睡眠 EXP ボーナスなどの睡眠系スキルの適性も割と高いような気がします。3.1.0 現在問題があるとすると、キノコとカボチャ、どちらも汎用性の高い食材ではないと思うので、毎日一緒に編成して寝たいかというと、それなりに怪しいといったところでしょうか。
なりきりバケッチャシチューがね、アンバーまでいけているリサーチャーのメイン料理になるような気もあんまりしませんし、そこでかぼちゃを使っちゃうと、レベル 30AB ミカルゲの場合は、本命のドキドキ怖い顔パンケーキにかぼちゃを残しておけなくなると思うので、汎用性の面に関してはかなり今後のレシピ次第と言えますかね。まあそこがかなり評価を難しくしているポイントではあったりします。どことなくね、フレンドポイント16のポケモンは環境必須級のポケモンにはしないぞという雰囲気は感じますかね。ででんねって一体何なんでしょうね。ってことで、フレンドポイントは16となっています。まあ、ヌオに最大所持数アップ S がついていて、内部的には元気チャージより強いスキルってことになっているらしいお手伝いサポートも持っているので、フレンドポイント16も妥当だろうとは思います。まあ、ゲットできるかどうかがね、全然わかんないんですけど、無課金のフレンドポイント16評価はめちゃくちゃシビアですからね。それこそパルは、イワークの評価って、もう目ん玉飛び出るぐらい低いので強さは評価してるんですけどね。本当に岩タイプの気の身得意はいつ来てくれるんでしょうかといったミカルゲとなっております。ってことで、まずここまでの無課金ポイントをまとめていきたいと思います。1、かぼちゃの重要度。2、味わいキノコについて。3、出現フィールドについて。4、その他のポイントについて。こちら順番にお話ししていきます。ってことで、まずはかぼちゃの重要度について。なんといってもミカルゲ注目すべきはかぼちゃかなと思います。他に集められるポケモンが、基本的にはバケッチャしかいない中で、現在デザート最強のレシピに使われているので、その時点で一定の重要度のある食材だと思うんですけど、個人的にはドキドキ怖い顔パンケーキが作れると、蜜、卵、トマトの価値が上がるのが無課金的にポイント高いかなと思ってます。やっぱりね、無課金ってどうしてもいろんなポケモンを手広くは育てづらい側面があるので、かぼちゃがあると蜜、卵、トマトのポケモンをレベル60にするとか、ね、集中してリソース投資すればとりあえず OK だよみたいな、そういうね、強力な柱になってくれる食材だなって思ってるんですよね。で、すごい先の話になるんですけど、アンバーの次のフィールドって鍋が93になりそうじゃないですか。ここでレントラーとかマスカーニャの鍋拡張レベル3があると105まで鍋が大きくなるので、すき焼き、リンゴさん、ドコパンの卵、トマト、蜜を中心に使うレシピ3種類がかなり作りやすくなると思っていて、私がね、レントラーとマスカーニャの評価がとんでもなく高いっていうのは一旦置いておいて、次のフィールドって木の実が何になるかわからない中でも一定の安心感は得られるというか、その料理としてのベースキットは揃えられているっていう状態に持っていきやすいと思うんですよね。なので、かぼちゃある程度重要視してます。食材としてもね、カレー、サラダ、デザートにもう現実世界でもよく使われてますので、本当にね、負けん気コーヒーサラダとかよりよっぽどかぼちゃを使っているメニューの方が想像つくので、今後の伸びしろにも期待したいなと思ってはいます。ってことで、まず一定のかぼちゃ需要がありそうだということで次に進みます。お次、味わいキノコに関してですね。キノコに関しては原種ウパー、ゴース、アゴジムシとゲットしやすくて強くて育成もしやすいっていうポケモンたちがいるので、キノコのためにわざわざミカルゲをゲットする必要性は非常に薄いんじゃないかと思ってます。本当にダークライパで若干需要あるかなぐらいなんじゃないかなと。特にね、ゴースなんかも毎年ハロウィンで勝手に飴が溜まったりもするので、ハーブゲンガーを育てたよっていう方でももう一体育成できるなんて思わないでもないんですけど、いかがでしょうか。ちなみにパルはずっと探しているんですが、ずっと出会えておりません。その上でね、キノコも 3.1.0 現在汎用性の高い食材とは言い難いので、そこも込みでね、今狙うのであれば ABB のかぼちゃミカルゲ一択なのかなと思ってます。AAA バケッチャよりは厳選しやすい ABB ミカルゲなんですけど、一応ミカルゲ1体ゲットする労力でバケッチャ3体フレンドポイント上はゲットできるのでねパンプジンよりは優先度上げていいのかななんて思うんですけれども、ここも諸説あるかなと思います。ってことでね、この後やっていく能力の比較はかぼちゃを中心にやろうと思います。お次、出現フィールドに関して、
これは特にゴールドやアンバーにあんまり用がない人はミカルゲでカボチャをなんとかしないといけないっていう可能性もありますよね。まあ最新フィールドにすでに用がないっていう人もそういないかと思いますし、カボチャがゲットできていない時点でそれがまさしく用なんじゃないかとは思うので、基本的にはミカルゲってアンバーでカボチャを探す際のサブプランっていう立ち位置になりそうだなっていうのと、ウノハナラピスでカボチャを探すサブプランなのかな、こっちも。まだね、ゴールドとかアンバーを解放する前の方にとっては重要度高くなるかもしれませんね。こう、アンバーウトウトだと、バケッチャがおらずとも、タツベイや石住まいも出現するので、ミカルゲにサブレを上げるタイミングが、無課金的にどれだけ訪れるのかっていうのはちょっと謎なところではあるんですよね。なんでバケッチャと同じウトウトかぶせなんでしょうか。一方ね、ウノハナは超優秀なアクタイプ、ニューラと一緒に厳選できますし、アブソルもいますし、アクタイプではないんですけど、ウトウトにはデリバードもいますよね。みんなフレンドポイント16。もうなんこれ。まあ、そこは置いておいて魅力的で、ラピスラズリウトウトは言わずもがなですよね。ミニ竜。このミニ竜を筆頭にアクタイプに進化するニャオハだったりとか、他にも出現フィールドが意外と少ない不思議種だったりとか、ね、有力なポケモンたくさんおります。そういったポケモンたちと一緒に狙いたいカボチャのサブみたいなポジションってイメージです。その他のポイントとしては、最大所持数が多いので、日中にあんまりアプリを開けない方には心強いんですが、これもね、一応バケッチャ、大玉、ギガ玉がいるので、ライバル強いよね。で、スキルに関しては、料理チャンスとか鍋拡張だったら、ウッキウキで評価高いですよって言ってたと思うんですけど、そんなこともないので、お手サポがあるから、どうこうとは、なかなかならなそうですかね。ってな感じで、といったところを総合すると、なんとなくミカルゲを狙った方がいい人の特徴が見えてきたような気がします。ってことで、ミカルゲの優先度が高い人の特徴、暫定版は、カボチャが必要だと思っていて、日中にあんまりアプリが開けない寄りの方で、一括睡眠で長く寝られる寄りの方で、特にウノハナやラピスに行く方で、ダークライパーを目指しているとなお良いとか、そんな感じになるんじゃないかなと思いますね。ダークライも次のアクタイプフィールドが来た時にほぼ必ず名前の上がる一体だと思いますし、勝手に仲良くなってくれるようになったので、長い目で見て評価の上がってくるポケモンだとは思ってます。そこと一緒にミカルゲの評価も上がる気はしますね。あと、アクタイプ食材のポケモン多すぎますよね。バンギラス、アブソル、マスカーニャ、ミカルゲ、一応ダークライ。で、もっと言うとドンカラスもほぼ食材ですし、そこにマスカーニャの鍋拡張があって、マニューラの料理チャンスまであるっていう、スター集団ではあるんですよね。無課金でね、そのあたりが揃えられる気もあんまりしないんですけど、いつか目指したいチーム編成ではありますよね。OK。ひとまずそんな感じで、今のところミカルゲってカボチャのサブプランであり、ダークライパのお供、そしてウノハナラピス、アンバーで誰かと一緒に探したい枠、そんなポジションになりそうです。ってことで、ここからは計算ツールでさらに能力を深掘りしていきたいと思います。まずキノコの能力をさらっと見ておきます。キノコね、現時点ではあんまり重要じゃないとは思ってるんですけど、ダークライパにとってどっちが重要かっていうのは、実際にアクタイプたちが活躍するタイミングになってみないとわからないので、キノコの子がゲットできたら、それはそれで育成するのもありだなと思ってます。ってことで、ざっくりと理解しておきましょう。キノコを集めるのが得意な皆さんにお集まりいただきました。左からミカルゲ、ヌオー、ゲンガー、クワガノン、そしてヒーラーのパーモットです。全員レベル60で食材はキノコが一番多くなるようにしてあります。そして、食材のポケモンは食材確率アップ M を持たせてあります。パーモットはスキルレベル6、スキル確率アップ M です。睡眠時間9時間3食付きの想定です。ってことで見ていくんですが、キノコ最強なのはミカルゲなんですよね。お手伝いサポートの分で自分のキノコも3個近く上乗せできるみたいなので、基本的にはミカルゲがキノコ最強ポケモンでいいかなと思います。そりゃそうっていう感じではありますかね。基礎能力がヌオーに所持 S をつけたようなものとなっていますし、それでもね、平均6時間ほどでミカルゲの所持数は埋まるみたいなんですけど、睡眠時間9時間想定でヒーラーも入っているとなれば、
まあまあ余裕でヌオを追い越せるという感じになっています。逆に言うとね、日中の能力にそこまで大きな差はないですし、ミカルゲはお手サポの分で食材増やせたりしますけど、ヌオは元気チャージをより活かせればミカルゲとの差もまたつくことになるので、だいたいミカルゲとヌオの能力は同じくらいだと思ってしまっていいんじゃないかなとは思ってます。ってなると、まあ基本的にはヌオでいっかとなりそうですよね。そのヌオですら AAA 厳選は大変なので、パルはずっとゲンガーの ABB かクワガノンの ABB を探し求めているんですが、ついに探し出せずゴールドを旅立つ運びとなりました。まあそんなもんなんですよね。ってことで、キノコに関しては本当にお好みの子をどうぞといった感じかなと思います。みんな一長一短があるので、誰がどういいかっていうのはそれだけで一本の動画作れそうなボリューム喋れそうなのでここでは割愛したいと思います。ってことで、とりあえずキノコ最強格で不意にゲットできた AA ミカルゲとかがダークライパーで頑張っているっていうところもなんとなく想像つくかなと思います。キノコはそんな感じで。続いて本命カボチャ参りましょう。ってことで、ミカルゲとパンプジンにお越しいただきました。パンプジンは大玉種にしてあります。ステータス的にはより近しいギガ玉にしてもよかったんですけど、大玉の方が出現率が高いのでこっちでいきます。こちらはね、2体だけなので、レベル30とレベル60でお集まりいただきました。パーモットは据え置きで、食材の子たちは食材確率アップ M を持っています。ってことで、まず先にレベル60を見てみましょうかね。BB ミカルゲのカボチャがおよそ40個に、お手サポの自分の分がプラス3個ほどとなっているので、だいたい43個くらい集められるみたいです。対して大玉パンプジンがカボチャ46個ほどなので、いいんじゃないミカルゲ。さすがにパンプジンの方が 6-7% くらい強いみたいなんですけど、AA パンプジンと ABB ミカルゲで頑張ってカボチャを集めているという姿、私想像がつきます。AAA 食 M パンプジンがゲットできたとしても、ドコパン3食分って1日で集められないので、かなりの神個体パンプジンでもない限り、ミカルゲは結構いいパートナーになってくれそうな気がしますね。ここはライバルというよりはパートナー感を感じます。パルもね、実際ゴールドの時って AA クワガノンと AB ボスゴドラで進行して、最終的にボスゴドラがレベル60になるみたいな感じで進んでいたので、そこと似た雰囲気は感じますね。そこと違うことがあるとすると、ミカルゲのゲットと育成が大変そうなことで、食材の要求量がより多くなってきていること、あとは現時点でのカボチャの汎用性は足りていないことでしょうかね。食材の要求量に関しては他の食材もかなりの数の要求量になってきているので、ミカルゲを編成しっぱなしにするのもちょっと難しさを感じるんですよね。汎用性が足りないのはむしろ助かる要素かもしれません。そういったね、気になる点もそれなりにはあるんですけど、キノコのポケモンたちをお好みでどうぞって言っちゃう人なので、これだけカボチャ集めてくれるならかなりいいと思います。一旦レベル60はこんな感じで、レベル30も見てみましょう。ミカルゲがお手伝いサポート込みでカボチャ24個ほど、パンプジンが34個ほどってことで、さすがにレベル30はこれくらい差が開いちゃいますよね。ただ一応この2体がいればドコパン3食分のカボチャ54個は賄うことができるので、何かで活躍してもらえそうな雰囲気はだいぶ感じます。ちょっとまだ考察甘いんですけど、これも悪くなさそうだなと思いますね。そもそもパンプジンもココドラとかアゴジムシと同じくらいの育成のしやすさがあるとは思えないんですよね。ハロウィンの飴は最高なんですけど、アンバーウトウトでのフレンド飴のナンバーワン人気ってタツベイになっているような気もしますし、パンプジンもフレンドポイント20のポケモンで、なかなか序盤では出現しないだろうってことを考えると、飴もリサーチで手に入りづらくて、なのでしばらくは、ミカルゲとパンプジンで2体に分散して育てていくっていう意味も結構あるようには思います。ミカルゲの飴もかなり手に入らないとは思うんですけどね。幸いミカルゲってそれなりにゲットした時の初期レベルが高いはずですし、一番上で24とか25とかもありますっけね。それくらいあるとは思うので、レベル30までって飴で育成する際の EXP 増加のアップデートも入ったので、それこそホリデーの飴ブーストとかを使えばもうシュルッとレベル30はいけると思うんですよね。そっから先はおいおい考えるとして、
とりあえずレベル30のちょっとしたお手軽さと最低限のかぼちゃは評価できる要素だろうなと思いました。ちなみにちょっとね重要そうなのでお話しするんですけど、レベル25食 M パンプ陣が1日のかぼちゃ20個ほどとなっているみたいなんですよね。なのでね、ミカルゲじゃなくてパンプ陣を直接ゲットするのも割とありかもしれないんですよね。パンプ陣ね、つながりの紐進化なので、多分ゲットした時点でのレベルって30前後あると思うので、逆に30いっちゃってて AB で悲しいっていうこともあると思うんですけど、ロマンはありそうなので、ミカルゲとパンプ陣が出てきてバケッチャがいませんっていう時はどっちを狙いましょう。ここはね、ぜひ皆さんの感覚をコメントでお聞かせいただけたらなと思います。OK。ってことで、こういったね、ミカルゲの能力と現在置かれている立ち位置はこれでなんとなく見えてきたかなと思います。ので、今一度ね、ここまでをまとめていきたいと思います。ミカルゲ。貴重なカボチャを持ってこられるポケモンであり、キノコ集めも最強格の能力を誇るポケモンでした。カボチャに関してもレベル60まで育て上げることができれば AAA パンプ陣にかなり近い量を集められそうなので、パル目線では十分な能力を備えているなと感じます。最大所持数が多めなので一緒に寝やすいっていう特徴があって、睡眠系のスキルを活かせるポテンシャルもありそうです。最大所持数アップ系とスキル確率系のサブスキルは優先度低めになりそうですね。で、厳選育成に関しては無進化ポケモンの例に漏れず、なかなか厳しいことが予想されるんですが、とりあえずレベル30に上げるのはそこまで難しくないかと思います。また出現フィールドも意外と広いので、それこそ今ミニ竜を狙ってラピスートウトに注目しているみたいな状況とかで、カボチャのサブとして一緒に狙うなんていうのは大いにありだろうと思いますね。また悪タイプでもあるのでダークライとも相性が良く、今後評価の上がってくるポケモンだと思います。で、懸念点もまさしくそんな感じで、キノコ、カボチャともに現在汎用性の高い食材とは思わないので、今評価するのがとても難しい、そんなポケモンでもあると思います。総じて 3.1.0 現在のミカルゲの優先度は決して高くないだろうと思いますが、カボチャが貴重なので低くしすぎることもできないのかなと思いますね。レベル30で即座にある程度活躍してもらうっていう道もありますし、はちゃめちゃに強いパンプ陣をお持ちの方以外はちょっと一つまみしておくと助けてもらえるシーンはあるんじゃないかとも思います。デカ盛りとかね、ニューイヤーとかでピックアップされたタイミングで1体2体運試ししてみるのはいかがでしょうかというのが、全体的な総括になります。で、ここから最終的に無課金パルとしての評価だけを絞っていくと、ミカルゲ向き合っておいた方が良さそうな気がする。これでいきたいと思います。正直カボチャに関しては基本はバケッチャでいいと思います。ただこれって私の基本方針なんですけど、 AAA 厳選はできるわけないと思っているところがあるので、来てくれたらラッキーなんですけど、それを主軸には考えないようにしてるんですよね。ってなるとカボチャのサブプランとして向き合わざるを得ないだろうなって感じです。なのでまず AA バケッチャを探して、その後で ABB ミカルゲも探しながら AAA バケッチャも引き続き探すし、優先はバケッチャって感じでやってこうかなと思ってます。ABB ミカルゲが9分の2の確率なのに対して AAA バケッチャは9分の1なので、ミカルゲの方が2倍出現しやすいんですけど、ミカルゲをゲットするためのフレンドポイントは3倍かかるじゃないですか。チャンスや調整項もあるのでその限りではないんですけど、なので基本はバケッチャで、ミカルゲは一旦フレンドレベル9までの8体とかをゆっくり狙っていこうかななんて思ってます。それでカボチャをある程度納得するまで並行して探していこうかなと思います。やっぱり今って食材の要求量が増えてきてはいるので、 AAA が来るはずないと思っていてもどっか目標にしなきゃいけないところもあるなぁとは感じてて、一発目でね AAA 神バケッチャを育てたいっていうのは山々なんですけど、順番にステップ踏んでいこうかなという感じですね。
強さに関しては本当に申し分ないです、ミカルゲ。もうとにかくフレンドポイント16がきついだけですね。フレンドポイント5だったら間違いなくバケッチャより狙ってたはずです。まあそれはみんなそうだろうとは思うんですけど。で、私2アカウントをプレイしてるんですけど、どっちのアカウントも AA パンプ陣は一旦育成したので、今はアボカドが先かもなぁとは思ってます。メインスキルの種に余裕があるサブアカは、アンバーウトウトでは石住まいとバケッチャを優先するし、まあ、でも達兵衛よりはミカルゲいっといた方がいいような気がするなーっていう感じですね。全然嫌だ。達兵衛狙いたい。まあおそらくね EX だと私くらいのエナジーではミカルゲの出現ってなかなか厳しいだろうっていうことを考えるとアンバーウトウトが主戦場になると思ってるんですけど、達兵衛に順番が回ってこなさそうなのでマジでどうしよう。困りました。そんなわけでね、強さは申し分ないと思っておりますが、ミカルゲ探します。いやほんとどうしよう。ぜひねミカルゲとパンプ陣だけでなくミカルゲと達兵衛どっちを狙うかもコメント頂戴できますと幸いです。達兵衛が心の底から狙いたいんですけど、ミカルゲ狙っといた方がいい気がするんだよなといったミカルゲの強さ無課金評価でした。ぜひね皆さんのミカルゲの評価やダークライツカイさんの視点なんかもねコメント頂戴できますと幸いです。またねパルの考察こういう視点が抜けてるぜとかもあれば何でも書き込んでみてください。お待ちしております。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと、色違い神ミカルゲに出会える確率がわずかに上昇して神バケッチャに出会える確率が最も上昇するように祈っておきます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。いつもたくさんのグッド本当にありがとうございます。それでは皆さんのミカルゲにチャンスがつき散らかすことを祈っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。